はい、原田専門家ド S ド S ド S ド M ということで始まりました原専ラジオ。今日、お話しするのはその前にオープニングね4秒つけてるので4秒待ってみるとなんだかうまいことをねタイムコードずれずにというかできることができました。よかったと言いながらプレミアの編集上でずらした時に、ずらしそびれていて最初上げた時字幕がずれてたんですけど、もう大丈夫だと思いますということで始まりました原専ラジオ。今日お話しするのは恐怖についていろいろ考えたことをお話ししたいかなと思いますね。いろんなね怖いこと恐怖と感じることはいろいろありますよ。で何が怖いかとかね考えた時に子供の頃に犬に吠えられて怖かったといった経験が皆さんにもあったんじゃないでしょうかね。これはなぜ犬がねワンワン吠えているのが怖いのかって考えた時にこれはね相手がというか犬がね何を考えてるかわからない何について吠えてるのかわからないから怖いっていうのがありますよね。ってことは怖いっていうのは相手が何を考えてるかわからないと恐怖を感じるね。相手が何を考えてるかわからない時に恐怖を感じるんだということに気づいたんですね。ってことはこれは逆にね相手を怖がらせる時には自分がねこっちが何を考えてるかわからないような気候を取ると、相手をおののかす、恐怖させることができるんではないかということであらららららららってねいきなりインディアンの雄たけびをねやるとこいつ何を考えているんだっていうね思うでしょ。ってことは恐怖を感じるわけですよ。こういった気候をね取ると、この中このなんていうのかね相手が何を考えてるかわからない気候で一番の気候をなんだってねここまで考えた時に一番の気候ってなんだねなんだって考えた時にやっぱりさっきのインディアンの雄たけびですよ。こうあららららららって声が出ないあらららららってねいきなりやられたらそら怖がって誰も相手してくれませんよってことはですよ、例えば暴漢に襲われたとかね通り魔にあったとかコンビニでバイトしてて強盗が入ってきたとか、痴漢にあったとかそういった時にはインディアンの雄たけびこれねあらららららららって本気でやると今ね家でひっそりやってるんであんまり大声出せないんですけどこのインディアンの雄たけびをやると強盗や通り魔はたまた痴漢が恐怖におののいてひるむんじゃないかと思いますね。これは使えますよ。でなんていうんですかね恐怖と恐怖を感じる怖いロジックとお笑いのロジックって僕は常々一緒だと言っておるんですけどもそれは何かというといかにね意表をつくか思いもしなかったことを言って笑わせるのがお笑いで一方恐怖そうでホラー映画なんかもそうですがこんなとこから出てくるのはねバイオハザード1のゾンビ犬なんかねこんなねガラスバリンで割って出てくるのがあれが怖いじゃないですか。脅かしてるというかね意表をつくことが恐怖につながるということはこのインディアンの雄たけびも急にねやられたらやっぱり恐怖と同時にもしかしたら笑いが起きちゃう可能性もあるんですよね。だからそこだけ注意しなければならないので強盗が入ってきてね、金を出せ言われた時に急にこのインディアンの雄たけびをやったところで
笑いにつながったらそれはそれで平和なことじゃないですか。だから、何かね、自分の身に危険が及んだ時にはインディアンの雄たけびをするといいんじゃないかなって思いますね。いろいろ本当にね、恐怖について突き詰めて考えた結果、何が一番人に恐怖を与えるのかって言った時に出た答えがインディアンの雄たけびだったんですね。ってことはやっぱりアメリカ大陸をコロンブスが発見して、ね、インドと勘違いして先住民を、ね、ネイティブアメリカン、今インディアンと言ってはいけないので、いけないのでね、ネイティブアメリカンと言うんですが、コロンブスがアメリカ大陸を発見した時にインドと勘違いして、インディアンだと名付けたね。でもちろん先住民、今で言う、ネイティブアメリカンはコロンブスが来た時にもう当然このね、あららららららら言って脅かすというか、コロンブス勢を恐怖させようとしてね、雄たけびを上げていたんじゃないかなとは思いますけどね。ってことで、いろいろね、何が一番怖いのかって考えた時に、このインディアンの雄たけびは使えるんじゃないかなって思いましたね。いろいろ怖い、ね、原因というか、本当に相手が何を考えているのかわからないっていうのが、まず一つあって、他にもね、いろいろ、猫が、いろいろ恐怖の原因っていうのは、人それぞれいろいろあるとは思いますが、例えば高所恐怖症であるとかね、高いところが怖い、ね、そういう時はやっぱ高いところに連れて行かなくちゃいけないじゃないですか。兵所恐怖症だったら狭いところに連れて行かなくちゃいけない。しかしですよ、相手が何を考えているのかわからないっていう恐怖は、こちら側、ね、受け手側というか、がある程度コントロールできる、ので、恐怖、相手を恐怖させる、ね、ことができるということに気づいてしまったんですね。で、何が一番相手に恐怖を与えるのかって思った時にというか、考えた、研究した結果、インディアンの雄たけびが一番怖いんじゃないかなと思いました。あと付け加えるで言うならば、例えばね、これ急にインディアンの雄たけびをした時に、テレビとかでね、やった時に周りの人がね、インディアンやないかって突っ込めないっていう恐怖はありますよね。突っ込んだところで当然、ポリコレでね、インディアンと言っちゃいけないので、急にね、ネイティブアメリカンやないかとはなかなか突っ込めないんですよ。ね、で、これ一つインディアン絡みでお話があるんですけども、昔、行列のできる法律相談所に出た時にパモンで出たんですね。で、三宅健君の好きなものにインディアンアクセサリー、インディアンアクセサリー、インディアン、ネイティブアメリカン、インディアンが好きだと、インディアンの文化、アクセサリーやそういった文化が好きだ、あとはバナナかな、好きだ。で、他にもいろいろあったんですけど、で、作ったパモンを説明するときに、三宅健さんはインディアンが好きでって言ったら、東野幸治さんの目がキリッと光りましてね、ネイティブアメリカンね、ネイティブアメリカンって言ったね、そう突っ込んだんです。で、その時に僕もピーンと来て、インディアンって言っちゃいけないんだね、と思ってすぐにネイティブアメリカンが好きで言い直したんですよね。当然編集で東野さんのそのね、ネイティブアメリカンね、ネイティブアメリカンっていうところもカットして、僕のネイティブアメリカンが好きでというところから使われておったんですけども、その時に東野さんのこのキレっぷりというかね、この人は
相当切れ者だなってその時に本当に思いましたね。それから、いろいろね、東野さんの過去のものから現在やってるものとか、当然ね、この間って読むのかな、本も読んでて、ブログ本があるんですけど、この人は本当に切れ者だぞというのは、その当時からずっと睨んでおる、わけですよ。で、東野さんも面白いじゃないですか。面白いイコール、ね、怖い存在でもあるっていうのは、やっぱり東野さん、よくね、死んだ魚の目をしてるとか、ね、感情がないとか言われておりますが、それ何か原因がっつったら、やっぱりね、そこの根本はあの人怖いんですよ。やっぱ恐怖を感じる。恐怖というか、恐怖というか、狂気というかね、そこがやっぱ面白さ、ね、フィルターを通して面白さに、ね、なっているっていうのが魅力なんじゃないかなって思います。だから恐怖のお話をしましたが、お笑いのロジックと恐怖ね、のロジックは同じなので、インディアンのね、雄たけびをやると、受けるわけねえけどね、という結論になりましたので、もしね、自分の身に何か危機が訪れた時には、ぜひ皆さんもインディアンの雄たけびをやってみるといいですよというお話でした。ありがとうございます。チャンネル登録と、高評価、あと拡散しといてね、本当にいろんな人に見てほしいってとは思ってるんですよ。ただいろんな人に向けてはやってないんで、そうだろうとは思っておりますが、はい、ありがとうございました。